皆さんこんにちは。1000X 坪内和夫と申します。これから日本ロック史上最大の伝説と呼ばれる裸のラリーズについて語っていこうと思います。私については概要欄をご覧になっていただけるとわかると思います。第18回1983年は舞踏というテーマで裸のラリーズを掘り下げていきたいと思います。前回紹介した雑誌ヘブンが主催していたイベント天国駐車の夜が発展する形で野外イベントとして1983年8月に日比谷野外音楽堂で開催されたのが天国駐車の昼です。このイベントは数多くのインディーズ的なミュージシャンが出演し、前回紹介した通りダダイズムの祝祭的な側面を持っていたわけですが、その中でも異彩を放っていたのがジャガタラというバンドです。ジャガタラはボーカリストの江戸明美さんを中心に結成され、初めは蛇を噛みちぎるといったパンクス的な過激なパフォーマンスで話題を呼びますが、活動が進むにつれてファンクやレゲエからの影響が色濃くなっていきます。ダンサーを含む強靭な演奏力を持ったビッグバンドの中心に存在する江戸明美さんのカリスマは凝集された爆発寸前のエネルギーが基本にあると思います。アルバムナンバントライの曲デモデモデモの歌詞に非常に印象的なフレーズがあります。暗いね暗いね、日本人って暗いね、性格が暗いね。伊丹十三監督の1988年の映画マルサの女2で三國連太郎さんが演じる宗教団体の館長である鬼沢が地明けの際に言った言葉で、日本人は全部村人だ、全部覗き魔だ、全部ゲスだ、人の不幸が何より好きなんだよというのがあります。合理性を欠き他人の足を引っ張る心性はどんな人間にも少しはあると思います。日本においてはそれが構造的な問題として露出しているということができます。最近だとコロナウイルスのワクチンの予約キャンセル分を市役所職員が打ったところ批判を受けたりしています。そのような傾向は昨今の日本における様々な言説を観測してみるのが良いでしょう。先行的には山本七平さんの空気の研究などは参考になると思います。前々回の対立で語ったように東京へ流入してくる地方出身者の一人であった江戸明美さんはアルバムナンバントライによって当時のパンクバンドは到達し得なかったリズムの強化という手法でアナキズムを体現していきます。それらは例えば江戸末期の A じゃないかのように遠征的に踊りまくることで到達する防我な境地が物質主義に突き進んだ先に口を開けているニヒリズムへの対抗であると説いているかのようです。江戸さんの歌詞はこの世界が意味の根拠の創出的な意味でニヒリズムの地獄であると言っており、そうした表現において卓越したものがあります。例えば最も人気の高い曲の一つであるタンゴにおけるゴミの街に埋もれた食いかけのハンバーグ、これは詩人であれば一生に一度でもこういう言葉を繰り出すことを夢見るものです。このようにジャガタラにおける踊るということはニヒリズムが支配する都市とゲスで相互監視的な田舎、その相対としての日本という共同の幻想体からの跳躍を意味していたわけですし、青になって踊りまくることは唯一の反抗でもあるかのようにアナキズムの体現として機能しました。江戸さんはジャガタラのライブに来る人々を踊らせるための司祭として奉仕者としての役割を演じました。そのような資質は江戸さんが幼少時カトリックの洗礼を受け成長するに従って疑問を持ち帰郷するという経験から来ていると考えるのはうがちすぎでしょうか。奉仕という点で私が参考になると考えるテキストが天爪龍太さんの漫画ナナとカオルです。この作品は簡単に説明すると優等生のナナと劣等生のカオルという幼なじみがいて、優等生という周囲のイメージによって抑圧されがちなナナをひょんなことから SM プレイで解放することになってから S 役のカオルは非常に神経を砕いてそのプレイを準備します。例えばナナを縛る朝縄がそのままだと毛羽立っていて跡がついてしまうといけないと考えてあらかじめお湯で煮たりするんですね。このように他人に命令する側にこそ深い思いやりや相手への共感が必要なわけです。逆に命令される側は何も考えずに言われたことに従っていればよいわけです。無論奴隷には奴隷の論理があり、そのあたりは山本直樹さんのフラグメンツという短編集の一編が面白いのでおすすめです。話は変わってここで注目したいのがこの時期の完全失業率と有効求人倍率の推移です。60年代には有効求人倍率が伸びます。労働力の必要に応じて人口は都市に流入することになりますが、オイルショックを契機に有効求人倍率は下がり、その後10年間上がりません。
都市部の人口流入も初めは即戦力の労働者として中学卒業などと同時に上京する者が多数いたわけですが、この時期は学生が多くなります。学生たちにとっては競争を勝ち抜いた果ての自己実現の場として都会はあったはずですが、そこではさほど景気は良くなかったと考えることができるでしょう。一概に仕事のあるなしだけで判断をすることは難しいですが、競争に勝ち抜いてきたはずがその結果もさほど幸せではないと感じたとき、こんなはずじゃなかったという失望感が若者に蔓延していたと考えることは容易であると思います。そうした失望感に対する受け皿の役目を江戸さんが背負ったと考えることもできると思いますし、それは人に強く共感してしまう江戸さんの資質であったとも考えられます。ちなみに2010年以来有効求人倍率は回復していますので、現在はそういった問題とは無縁で皆さん幸せに暮らしていると思います。1979年原始で紹介した高橋裕二さんのローリングストーンズのアルバムのライナーに寄稿している文章をもう一度引用すると、後打ちのアクセントを伴う8拍や16拍に細かく分割されたリズムの強制的な力は、行進曲の4拍のように体を固く緊張した状態にさせないで筋肉をほぐし、しなやかな運動を誘う。ロックはブルースや民謡のようなものからクラシックやインド音楽まで取り入れて、それをロック風に調理してしまう。この音楽が家庭、教育、職業などの抑圧に悩み、安定した場所はどこにもないと感じている中産階級の子供たちの心を捉えたのも当然と言える。このようにロックが担った若者の抑圧の解放という役割が、さらに強制的に踊らせる方向へと先鋭化したのがジャガタラの取り入れたファンクやアフロビートであり、質的により強制的で請求なものへと変化していると考えられます。踊りということに関して言うと、日本発祥の踊りとして無視できないのが舞踏というものです。舞踏は1960年代、土方辰巳さんや大野和夫さんによって確立されます。そのルーツは一概には言えないものの、西洋のバレエのように重力を感じさせないような優雅さとは対極にあり、大地を踏みしめる足だとか地面というものを深く意識している点で農耕民族的、土着的だということができると思います。土方さんは秋田県の出身ですし、東北地方には様々な郷土芸能が存在しますから、そうした表現からのインスピレーションがあったのは間違いないでしょう。ちなみに細江栄光さんが土方さんを撮影した写真集「かまいたち」は、伝説上の動物であるかまいたちに扮した土方さんのパフォーマンスを撮影したものであり、土着的な景色が土方さんの存在によってシュルリアリスティックにずれる世界観は一見の価値があります。私は大野和夫さんの著作を何冊か読みましたけれども、踊りを見るのは随分後でした。大野さんは出生で死線を越えた後で帰国してからモダンダンスに復帰します。土方さんと出会った時にはすでに53歳でした。その踊りや著作を読むにつけ感じられることは、ひたすらに内面を見つめる姿勢です。魂が先行し肉体が後からついてくるということを大野さんは繰り返しおっしゃっていますが、そのためには魂とは何かという問いを発しなくてはならないでしょうし、そうした境地は大野さんの地獄のような戦争体験が根底にあると私は考えます。大野さんは100歳を超えて歩けなくなっても踊り続けました。肉体が存在するということは、生命が自分のところまで連なってきたということであり、そうした時空を超えた関係性に意識的であったことが大野さんの踊りの最も偉大なところであると思います。80年代のこの時期はラ・アルヘンチーナショーというアルゼンチンのダンサー、アルヘンチーナを称える踊りで世界的な名声を獲得していく時期ですが、この踊りで大野さんは女装しています。あるいは私のお母さんという作品でも母の姿に扮しています。このように自分を形作る人々との関係を深く掘り下げるとき、その姿を借りて自己の内面で相手と対話するのは、対象への深い愛情に基づいているでしょう。大野さんの魂と肉体の関係への考え方は、東洋的な土着の感覚に基づいていると考えることもできます。大野さんのもとに人々が集まったのは、その踊りを習うというだけにとどまらず、魂や生命、あるいは人生への学びへの意欲があったからだと考えられます。裸のラリーズの音楽について考えたとき、それは無論踊り狂うために存在しているわけではありません。しかし身体性という点で考えるとある機能を持っていて、それは肉体の存在を忘れるということです。一部の感覚の剥奪によって自我や感覚が有利し、肉体はその存在を再確認することになります。
例えば聴覚はある極限まで大きい音を聞くと鼓膜が自動的にリミッターをかけてそれ以上の音を感じなくします。そうした時に聴覚以外の感覚が聴覚を補おうとすることで過敏になるんですね。それは自己の内面の探求という側面を持ち、例えば宗教的イニシエーションなどで用いられるシステムと類似する部分があるでしょう。翻って大野和夫さんの稽古場での映像を見ると、生徒たちが大野さんの魂が肉体に先行する、肉体は後からついてくるといった言葉を聞きながら何とかそれを表出しようとするんですが、そうした姿はいわゆるライブにおける爆音体験の場でしばしば見受けられる観客の姿と非常に類似しています。音を媒介にしながら自己の内面へとつながり対話をする。裸のラリーズ水谷さんにはそうした観客の意識を調節し探求へと導く役割があり、極限の音量によって感覚は剥奪され、エゴを超えた自分の魂と対話するという機能を持っていたのは間違いないでしょう。江戸さんに話を戻せば、人々に対する共感力が強かったからこそ、江戸さんは精神疾患により入院し、若くして力尽きました。それはジャガタラの音楽に対する期待の質が江戸さんの観客への期待の質と乖離した点を考える必要があります。踊るためだけにバウンドが存在するならば、都市の孤独を歌う詩人としての江戸さんは世界を変えられません。水谷さんはその音楽性によって創造される自分への期待の質がよく分かっていたと思います。しかし絶対的な帰依による思考停止を許しませんでした。それは革命運動における上位形の旧体制を引きずったままで起きた手痛い失敗を目の当たりにしたからだと私は想像しています。湯浅学さんとのファックスインタビューにおける現在注目している人物はいますかという質問に対して、何人かのミュージシャン以外の芸術家を挙げた後、君たちすべてと答えています。これは何がお前の上を満たすという言葉が人々に向けてこだまし続けていることを意味するでしょう。水谷さんは自己の探求への材料は提供しますが、決して命令はしないということです。1983年、舞踏でした。この時期のロックミュージックは未来への期待外れの受け皿として若者たちに広く聞かれました。踊ることはそれ以外のことができなくなるという意味で精神に様々な意味をもたらします。無論ロックは初めから楽しみのために存在していたわけですが、その歌詞がその踊っている地面、空間、都市のやるせなさであるから、ジャガタラの音楽は終末的に響くわけですし、それはその時代を見事に切り取っていたと言えるでしょう。同時期にトランスではなく肉体や精神を捉え直す試みとしての踊り、舞踏は世界的に注目を集め始めたと言ってよいでしょう。それは世界的な若者の変革運動とその失敗、さらには経済のみが拡大して物質主義が加速度的に先行する時期と重なります。経済的に満たされていても精神が満たされない人々は現在的な状況に期待外れを感じ、その埋め合わせとして自己の内面の探求というものが提示されたのがこの時期であると言えます。裸のラリーズの音楽はその機能を考えたときに、感覚の剥奪による肉体性の有利、それによる意識の拡張ということができます。人々はその個別の内的体験の強烈さを語り継いでいくわけですが、その先、個別の自己の内面の探求によって変革した意識がどのように現実世界へと作用するのかということの方が重要でしょう。それは水谷さんが注目しているという我々聞き手への期待に応えることだと言えます。次回1984年はアンビエントというテーマで語っていきたいと思います。気に入りましたらチャンネル登録やいいねをいただけると大変に励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。坪内和夫でした。